イフトスポーツですね。平成30年式6月登録。シフトはもちろん6速マニュアル。スーパーインテークキットっていうのがついてて、早いね。あ、違う。全然違うね。なるほど、こんな感じか。はい。よし君、こんにちは。こんにちは。はい。今日は4月の13日、時間は1時半です。気温は21度です。暖かくなりました。最高気温22度。お花見日和ですね。そうですね。はい。やっていきましょう。今日はですね、撮影はこれが2本目になりますけれども、1本目で結構ヘトヘトに2人になっちゃってるんで、はい、疲れていますが、頑張っていきましょう。はい、で、いつもの古い車とは違って、今回新しいんですよ。新しい感じですね。新しい感じでしょ。はい。この車なんだか分かりますよね。これスイフトスポーツですね。やったばっかりじゃんって話ですよね。つい先日やりました。はい。つい先日やったのはこっちですね。あ、こちらですね。はい、こちらですね。はい。で、今日やるのはこっちですと。はい。いう感じです。あれ、AE さんは何ですか？新しい車やり始めたんですか？ついにみたいな話になりそうですけど、これもマッキンリーのシェイサー業販でいただきましたよね。はい、前回ぐらいか、同じ業者様から、はい、またお車いただきましたと。はい、今回はまとめて5台いただいてますと。そうなんですよ。うちは、一般のお客さんが買い取りもあれば、はい、車屋さんからいただくことも結構多くて、はい、3月末から4月にかけて多分15、6台を買ってんじゃないかな。お店に置けるものは販売しますし、はい、うちのね既存のお客さんでね、スポーツカー以外に乗ってる人もたくさんいるので、はい、そういう方がミニバン欲しいよって言ったらこれどうですかとか、ちょっと足車でこういうの欲しいよって言ったらこういうの入りましたとかっていうのでやったりとか、あとは職人さん友達多いので、はい、軽バンないっつって、あ、軽バン入ったみたいなとか、これなんかもそうですね。軽トラ軽トラこういうのも買い取ったりしますと。はい、いやでも軽トラ使えるからね。軽トラはでもいいですよ。もう僕らの商売ハイエースと軽トラ必須ですから。必須です。部品販売するので、はい、そう話ずれちゃいましたけれども、そんな感じでこの車入ってきました。はい、で、前回のスイフトスポーツの次の型になって、一応現行型のスイフトっていうのはこの次にもう一個あるんですよ。はい、あるんですけど、スイフトスポーツ自体はまだ販売されていないので、はい、販売されるのかな、なんか販売されなそうな気もしなくもないみたいなところがあるんだけども、はい、現状でいうとこのスイフトスポーツが、スイフトスポーツの最後の型という形になってます。で、今日は、これの簡単に車の紹介をさせてもらうのと、はい、あとせっかく2台あるので、はい、乗り比べちょっと試乗してみようかな、はい、っていう感じでいきましょう。車自体のコンディションがいいので多分サクッと終わっちゃうので、はい、だったら試乗動画もちょっと混ぜようかなと思ってまして、はい、そんな感じでいければと思います。はい、なんで、春の天気にふさわしい真っ黄色なスイフトスポーツ、はい、紹介していきますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、改めましてやっていきましょう。今日紹介するのはこちらのスイフトスポーツです。年式が平成30年式6月登録、はい、1900じゃないんですよ。だから全然違うんですよ。はい、2018年です。いつも1900から始まることが多いんですけど、2018年のお車です。で、グレードはスイフトスポーツの、正確にはね、セーフティーパッケージ付きの全方位カメラパッケージ付き車っていう感じの車になってます。はい、セーフティーパッケージっていうのは、簡単に言うと自動ブレーキだよね。全方位カメラパッケージっていう全方位カメラっていうのは、要は上から見たアングルのカメラ、後で見せますけれども、はい、自動ブレーキにそういう安全装置とかはもうしっかりついてる、現代風なスポーツカーって言ったらいいですかね。はい、僕らがいつも乗ってるのはバックカメラすらないですから。そうですね。はいはい、もうドア開けて後ろ見てこうやってやる時代じゃないんですよ。OK ですか？はい、はい、っていう感じでございます。走行距離が83,300キロ、修復歴なし、シフトはもちろん6速マニュアルという形でございます。はい、じゃあ早速、外装からいきましょうか。ついてる社外品ちょこっとあと、小傷の説明っていう感じなんですけれども、ですね、まず外装はここら辺のフロントバンパー、これはノーマルなんですよ。ノーマルです。ノーマル。はい。カーボンなんだけどノーマルなんですよ。あ、これノーマルです。ノーマルなんですよ。社外っぽいねと思ったけどノーマルなんですよ。で、これだけ？これがね、ビートラッシュ？そうだね。ビートラッシュの、フロントアンダーパネルってやつですかね。ディフューザーみたいな感じですかね。はい。ちょっとホイールとかノーマルだからあんまりアンバランスだけどね、気に入らなきゃネジ止めなんで取ってもらえばいいと思うんですけれども、はい、一応ついてますと。でも買うとこれ結構高いです。はい、で、外装の傷は飛び石ボンネット結構ちょこちょこあります。
こらへんほらわかる映るでしょあ、そうです。ありますね。はい。ちょこちょこありますね。あとバンパー小傷ここらへんかなっていう感じ。はい。まあ普段扱ってる僕らの年代のその1990年代の車とかだったら、まあ、これぐらいは可愛い方なんですけど、はい。まあ、平成30年式2018年の車ってなると、まあ、ちょっと飛び石傷多いかな目立つかなっていう感じはあります、はい。まあ、距離8万キロなんでしょうがないところはありますけどね、はい。で、足回りに関しては、基本的にはノーマルです。ホイールもノーマル、サスペンションもノーマル、はい。純正で17インチですね。2054517インチの、タイヤがついてるという感じです、はい。まあ、山は全然残ってるし、製造年書いてあるかな。書いてないね。ということは逆に書いてあるか。あった。あれ2023年ってことは新しいですね。はい。まあそれ山あるわって感じですね。はい。はい、っていう感じで、足回りはタイヤホイールノーマルですね。はい。ローターはスリットローター、これ車外かな入ってるね。で後ろ行ってもらうんですけど、まあこのサイドエアロ、はい、カーボンっぽいやつ、はい、純正らしいです。あ、これも純正。はい。でリア回っていただくと、はい、富士壺のマフラー、はい、マフラーカッターがカーボンにしてあるのかなっていう感じのが、まあ、左右出しで入ってるっていうのと、あとこれもビートラッシュの、フォグランプカバーかな、バックフォークカバー、はい、っていうのが入ってたりします。はい。あとまあここら辺ちょっと飛び石線傷ちょこちょこって感じか、はい、っていう感じですね。外装はこんなもんです。だからフロントのアンダーパネルが入って、はい、マフラー入って、はい、まあ車外のフォグランプカバーがついてるっていう感じで、はい、あとはやっぱりこのスイフトのこのイエローですね、はい、イエローカラー、これ色あせしがちなんですけれども、まあこれまだ年式新しいんで色あせ出てないので、はい、大丈夫かなと思いますと、はい、まあこのツヤをやっぱり長く維持したければやっぱコーティングしてあげた方がいいですね、はい、紫外線でどんどん色クリア飛んでっちゃいますからっていう感じでございました。じゃあ次は内装いってみましょう。今日はどんどんいきますから。はい、エンジンもかけちゃうね。はい、内装は、実に現代風な感じでございます、はい、もう説明しなくていいよね。もうスマートキーがついてたりとかさ、はい、はい、レーダークルーズコントロールもついてるんだね、マニュアル車なのね、はい、素晴らしいね。とか ETC もついてますよ、はい、はい、とかになってますと。でまあこの車でついてるさっき言った全方位カメラと、これはパナソニックのナビゲーションなんだけれども、はい、まあ、ちゃんと連動してて、リバース入れるとこういう感じで全方位ですね、出てますね、はい、はい、っていう感じになっているので、まあ安心だよねという感じでございます。あとはドライブレコーダーもついてるっていう感じですね。こんな感じです、はい、で、まあ、内装は年式新しいんですしと、ここだけちょっとすれ、まあでもそんな目立たないかな。ここら辺にちょっとだけすれ、ちょっとだけよ、ちょっとですね、はい、で後ろもちょっとここにシミがほんとちょっとだけあるぐらい、これかな、はい、まあこんなもんです。綺麗ですね。うん、まあ、清潔感あって綺麗だよね、はい、全然傷んでる感じはしないという感じでございます。 OK ですか。はい、はい、じゃあどんどんいきましょう。次はエンジンルームです、はい、よっと、はい、エンジンルームはこんな感じです。はい、はい、どうですか。なんか結構いじってる感じしない？この辺とかあるんですよね。はい、って感じですね。はい、はい、じゃあ一つずつ言っていくと、まずエアクリが、トライフォースカンパニーっていうところの、はい、スーパーインテークキットっていうのがついてて、はい、まあここからここまでか、はい、遮熱板付き。なんかここを取るときに熱持っちゃって熱が出るらしいんで、遮熱板付きでインテークキットがあって、で K&N のエアクリーナーが入っているという感じでございます。であとは、ブローフバルブがついてたりとか、あとはブリッツのタワーバーついてたり、ビートラッシュのオイルキャッチタンクがついてたりとかっていう感じになっておりますと、はい、バッテリーは2020年だから3年前4年前か、ちょっともう古いね、交換してもいいかもね、はい、でもなんか全然元気そうな感じでございましたという感じです。ちょっとアクセル踏んでみましょうか。はい、
んな感じですね。だからこの間S660 あったじゃん。はい。これとは違ってあんまりプシュンプシュン言わないのはリターンしてるからか。大気開放にはしてないので、まあ、この状態だったら車検は問題なく通るかなっていう感じですかね。はい、はい、OK ですか。はい、はいはい、じゃあ次はマフラー音いってみましょうか。はい、はい、どんどん進みますね。早いですね。早いですね。まあ、市場が待ってますから、はい、サクサクいきましょう。そうです。じゃあもうすでにエンジンかけてますけれども、はい。これで2000回転ぐらい。はい。じゃあ踏みます。こんな感じですかね。はい。なんかゆっくりだね。そうですね。まあでも吹き上がりはまあいいかな、はい、戻りはすごいゆっくりな感じで戻ってくるような感じですけども、はい、こんな感じでございました。はい、早い。これが一通りもうこれ一通り終わりですよ。いつも通りですよ。終わりですよ。早いですね。何分ぐらいですか今。十数分ぐらい。十数分ぐらいですか。まあ試乗するにはたっぷりな時間ですね。はい、いやそう思ったんですよ。絶対そうなるなと思ったんで、ちょっと試乗の動画を混ぜるという感じでございました。で、この車僕これ勝手な読みね。ヨッシーから見るとさ、はい、ちょっとノーマルプラスアルファぐらいに見える感じかな。そうですね。だよね、はい、でも俺から見るといやこれは全部憶測なんで、はい、実際はどうか分かんないですけど、はい、まあそれなりに結構走ってたのかな、サーキット行ってたのかもしれないなっていう感じの車に見受けられる。いやいやあなただってホイールノーマル、タイヤノーマル、サスペンションノーマルじゃんって話はあるんですけれども、はい、多分戻したんじゃないかなノーマルに。もともとサーキットとか使ってた可能性ある気がすんだよなと思います。聞いてないんだけどね、はい、なんて言ったって5、6台まとめて買ってるんで1台1台のストーリーちょっと今回は聞けなかったので、はい、なんですけど、まあ、やっぱりその飛び石傷結構たくさんあったよね、はい、そうですね、アンダーパネルねついてるよねとかっていうのを見受けられたり、まあ、エンジンルーム内もそれなりにやってて、まあ、エアクリぐらいはいいとして、はい、オイルキャッチタンクまでついてるってどうなんだろうみたいな、はい、っていうのともう一つこの後ろのバックフォグランプカバーあるじゃないですか。なんでカバーすると思います？単純にデザインかと思います。デザイン、ただの。なるほど。違うんですよ。この年式って、はい、いや俺もねちょっとごめん正確には聞いてネット情報なんで、はい、正確に合ってるかわかんないし間違ってたらごめんなさい教えてくださいって話なんですけれども、はい、今の新しい車って、はい、車高を下げすぎると今の昔のもそうなのかな、フォグランプの位置が下に下がるじゃん、通常よりもさ、はい、そうすると車検通んなくなるんだって、高さの問題で。高さで、そう高さが何センチ以上とかあるんだよ多分の結果車検通らなくなるからフォグランプカバーをつけて車検を取るようにするってことなんですよ。そのためのパーツなんですよ。なるほど。これ自体はってことは車高を下げてたんじゃねって話じゃん。そうなりますねそうなるでしょ、ってことはサスペンション変えてたんじゃねって話になりますよねっていうことです。なので、まあ、考察するに、まあ、さっきと走ってたような飛び石傷もしくはまあ高速が多かったか、はい、サーキットに必要なオイルキャッチタンクとかついてたり、サーキットで便利になりそうな繰り気発揮しそうなディフューザーついてる、はい、でもって車高を下げてって車検通すためにつけたバックフォグランプカバーっていうと、はい、多分言ってたっしょみたいな、そんな感じでございました。確かにそれ聞いたらもうそんな感じしかしない。そんな感じするでしょまあそんな感じでした。まあそういう車の見方もあると思うので、はい、まあこの車に限らずいろんな車買うときにそういうのを見てもらえればと思いますと、はい、で決してサーキット行ってたのが悪いわけじゃないので、むしろ本当にこういうスポーツカーさ街乗り全然踏まないで走ってて全然調子が出ない車よりかはどっちかというとちゃんとメンテナンスして多少定期的に回ってた車の方が調子良かったりもするので、はい、必ずしもサーキット行ってる車がダメっていうわけじゃないですから、はい、まあそこはね勘違いしないでいただきたいっていうのはあるんですけれども、はい、なんか僕的には一応そういうストーリーがあるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、あとは先値段いっちゃおうかな。値段に関しては今現状車両本体価格で139万5000円です。まあ比較的安いよね。そうですね、っていう感じでございました。もしかしたら、まあ、次の方でねスイフトスポーツ新しいの出るのか分かんないけれども、はい、もしかしたら最後のスイフトスポーツになるかもしれないですし、まあ、そういった場合は得てしてどんどん値段が上がっていくものなので、はい、まあまあ買いどころ買うにはいいんじゃないかなと思います。 OK ですね。はい、はい、じゃあ
ここからは試乗動画行ってみましょうか。見てみましょう。はい、サクッと乗り比べて終わりという感じにしましょう。はい、はい、じゃあやっていきましょう。こっちから行きましょう。はい、これが、今日撮ってるあっちの車の前の型のモデルですね。Z32 ってやつですね。はい、 OK ですか。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、OK、行きましょう。そうこっちは ZC32 ってやつですね。はい、現行型との大きな違いははい何だか分かりますか。さっきの型との違い。見た目ですか。見た目、なるほど、はい見た目はあんま変わってないんですけど、まあ変わってるか。エンジンがそもそもこっち NA で向こうターボエンジンなんですよ。これは NA なんです。これ NA1600cc の NA エンジン。はい、馬力は130何馬力だったかな、はい、っていう感じなんですけど、で向こうはターボエンジン 1400cc のターボエンジン、はい、だから向こうの方が排気量はちっちゃいけどターボがついてて最高出力は向こうの方があるとはい、いう感じなんですよね。これめちゃめちゃ俺乗りやすいんだよな。乗りやすいですか。うん、こっちはロッソモデロっていうマフラーが入ってるあ、入ってますね。感じですけど、やっぱまあ今風な車だから音静かだよね、本当に。いや、かなり静かです。さっき撮ったね、は100系と比べればい。比べちゃったら。上の差だよね。うん。至って普通。でも逆に言うと普通に乗れる癖がなくて。シフトチェンジとかうんスムーズっぽいですよね。そうでやっぱね牛の排気やっぱ6ストこれいいよめちゃくちゃ。まあスロットルコントロールもするからちょっとレスポンスもねちょっと軽くてはい。いい感じだしね。これまだ売ってますからね。95万円ですから。100万円切ってます。100万円切ってる。でもやっぱりちょっとうちのねいつもやってるラインナップとは違うから、はい。まあ、もうちょっとして売れなければもしかしたらオークションに出しちゃうかもしれないからね、はい。もし気になる人がいたら早めに来てくれるといいなって感じですけど、はい。うん、なんかすごい思った通りに挙動してくれる安心感がある、はい。まあ、とはいえそんなに遅さも感じない、軽いって感じかな。速い遅いじゃなくて軽いって感じ。街中だったらもう十分でしょう。こんな感じでした。はい。まあ、普通だね。特段速いとも感じないね。まあ言い方変だけど、すっげえ速いとかもないし、はい、でもすっげえ遅いとも思わないし、なんかこうここおかしいとかここ違和感あるとかっていうのも一切ないし、普通です。逆に誰でも乗りこなせるそうだね感じですね。うん、確かに確かにそれはそうだね。全然エントリーモデルとしてはぴったりじゃん。まあ値段も含めてね、はい、で程度だって6万7000キロで100万切って買えるわけだからいいんじゃないですかね。確かに。はい、はい、じゃあ一旦戻りましょうか。はいはい、はい、吉井君、はい、じゃあこちら試乗終わりましたんで、はい、次はこっち側行きましょう。こっちはターボモデルですからね。はい、はい、行ってみましょう。一つだけ不安があるとするとガソリンがない。ガソリンない。ガソリンがないが車屋さん大体ガソリンないの慣れてるっていうね。割とギリギリでや割ってますね。とギリギリでやってますからね。ガス欠はでも俺何回あるかな。3回ぐらいはあるかな。僕も2回ぐらいあります。そうだよね。あるよね。皆さん経験があると思います。なるほどね。こうさっきはさアクセルに対して踏んでパン踏んでパンってこうちゃんと上がってったけどさ、はい、ちょっとワンテンポやっぱ遅いよね。レスポンス的なところですか。本当にちょっとだけど。そして NA じゃないので、はい、結構多分走りは全然違うと。あ、すげえ。あ、速いね。あ、違う。全然違うね。ターボ効いてます。おお。なるほど。そういうこと。効いてます。なんすかこれ二速だよな。別に全然下がスカスカって感じはないね。はい。まあ乗り心地はやっぱりどっちもいいね。そうですね。普通に。はい。何速？3速か。6
速のさギアがあると何速入ってるか分かんなくなっちゃうよね慣れるまで。そうですね。まあそのでもこのアクセル抜いた時あれだね、はい。残るなんかみたいなさ、ああ、そうですね。カンって戻んない。はい。そんな感じなんだ。運転して面白いのはやっぱこっちですかね。じゃあ。いやと思うじゃないですか。はどっちだろう。やっぱ早いよ絶対こっちの方い。が。そうですね。どっちだろうこれ。俺もしかしたら NA の方が楽しいかもしんない。あ、そうですか。いやいや速いのは面白いんだけどさ、はい。速さじゃない面白さがやっぱあってもいい気がするんだよね。まあ、いろんなこういうのがあるんだね。これほらトルクパワーとかさ、アクセルブレーキすごいね。これは何？時計かモーショントルク。やっぱ最近の車って感じですね。最近だよね。ブレーキアクセル。はい。ほらああ、すごい。そういう数値も出てるんですね。今これブーストだよね。ブースト。はい。なるほどなるほどなるほど。まあ結構速くて思ったより1個前のよりも全然パワーは感じるよね。そこは明らかに違いますね。明らかに違うよね、はい、明らかに違うけど、じゃあこれをフルフルで楽しめるかっていうとどうなんだろうなって気はして、はい、意外とさっきのやつの方がなんかちょっと乱暴にね乗った方が面白いかもねってさっき話してたけどさ、はい、そっちの方が面白いかもしれないな。まあタイムは間違いない、こっちの方が出るね。はい、あとなんかこのアクセル抜いた時に残ってる感がちょっと気持ち悪いな。まあこれは好みなんだろうけど。はい。やっぱ早いよね。早いですね。なるほど、こんな感じか。はい。了解でした。はい。はい。戻りましょう。はい。はい、じゃあよし君お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、どうでした試乗した感想は。いや、なんかそんな変わんないのかなと思ったんですけど、やっぱ明らかにターボの違いはそうだね、感じました。やっぱ全然違うよね。違いましたね。まあ好き嫌いは好みの問題なので、はい、あると思います、はい。僕は意外とやっぱりその正確にこう自分の行動っていうか、まあアクセルだよね、はい、アクセルに対してのレスポンスがいいのと分かりやすいところで、前方の方が意外となんかイメージはしやすかったかなっていう感じがありました。まあ、一方でやっぱりターボモデルなのでだいぶスピードは全然違ったよね。違いましたね。楽しい車だと思いますし、まあ、タイムはこっちの方が出ると思うという感じでございました。改めましてですけれども、今日紹介させてもらったのは、2018年式平成30年式のスイフトスポーツ鈴木セーフティーパッケージ全方位カメラパッケージ付きの車でございました。走行距離は8万3000キロ、修理なし、車検も来年の2月なんですぐ乗れると、お値段なんと139万5000円、139万5000円です、安いと思ってますけどどうなんでしょうカーセンサーとかあんまり見てないから分かんないですけど、欲しい人がいたら言ってもらえばと思いますし、売れなかったらオークションに出すことになると思いますので、そこまでに欲しい人いたら教えてください。じゃあ今日はこんなところで終わりましょう。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。